こんにちは。今日はとてもよく使うけれど、実はちょっと不思議な日本語の文法について説明します。皆さんの中からこんな質問をもらいました。場所を表すとき、A は B にあります、またはいますと A は B ですを使います。A には物や人が入ります。B には場所が入ります。A は B にあります、います。A は B です。これらの2つの違いは何ですか？これはなかなかいい質問ですね。ありがとうございます。今日はこの場所を表す言い方について詳しく説明していきたいと思います。場所を表すとき、2つの言い方があります。A は B にあります、います。2つ目は A は B です。この2つの言い方を勉強する前に皆さんに質問です。動詞あるといるの違いはわかりますか？動詞ある、いるの形を確認しましょう。A があります。A がいます。簡単ですね。あるは動かないものに使います。いるは動くものに使います。ペンや食べ物のように動かないものにはあるを使います。人や動物のような生きているもの、動いているものにはいるを使います。ではクイズです。今から絵を見せます。ある、いる、どちらを使いますか？りんごがあります。りんごがあります。猫がいます。猫がいます。花があります。花があります。花は生きているものですが、動いていないので、あるを使います。犬のぬいぐるみがあります。犬のぬいぐるみがあります。犬は動物ですが、ぬいぐるみは動かないので、あるを使います。OK ですか？ここでもう一つポイントがあります。これを知っていると便利ですよ。あるといる、どちらも使える場合があります。でも、ニュアンスが変わってきます。例えば、お寿司屋さんに行きます。お店の人が言います。今日はエビがあるよ。今日はエビがいるよ。もしエビがあるよと言ったとき、エビは動かないもの、つまり
すでに死んでいて食材になっている場合です。もしエビがいるよと言ったとき、エビはまだ生きています。多分お店に水槽があって、その中で動いています。もう一つ例を見てみましょう。道路を歩いています。誰かが言います。そこに自転車があるよ。そこに自転車がいるよ。もしそこに自転車があるよと言ったとき、自転車は置かれている状態です。誰も乗っていません。もしそこに自転車がいるよと言ったとき、自転車には人が乗っています。動いています。このように、いるとあるでニュアンスを使い分けることもできます。面白いでしょ？さて、話を元に戻しましょう。場所を表すとき、2つの言い方があると言いましたね。1つ目は、A は B にあります、います。2つ目は、A は B です。まずは、それぞれの形を確認しましょう。まず1つ目、A は B にあります、います。A には物や人、そして B には場所が入るんでしたね。場所の後には助詞にがつきます。いくつか例文を見てみましょう。ペンは机の上にあります。ペンは机の上にあります。鍵は机の中にあります。鍵は机の中にあります。グラスはキッチンにあります。グラスはキッチンにあります。学校は駅の前にあります。学校は駅の前にあります。OK ですか？それではもう一つの言い方も見てみましょう。A は B です。まずは形を確認しましょう。さっきは場所の後に助詞にがついていましたが、この形はにはつきません。A イコール B というとてもシンプルな形です。先ほどの例文をこの形に直してみましょう。ペンは机の上です。ペンは机の上です。鍵は机の中です。鍵は机の中です。グラスはキッチンです。グラスはキッチンです。学校は駅の前です。学校は駅の前です。大丈夫ですね。ここで一つポイントがあります。場所を表すとき、何々の何々と表現することが多いです。例えば、机の上、机の下、机の中、机の隣、机の近く、机の前、机の後ろ。さて、ここで今日の一番大切な話をします。場所を表す2つの表現には違いがあるのでしょうか？
意味を伝えるという点では、この2つの表現には違いはありません。しかし、ニュアンスが少しだけ違います。A は B にあります、います。この形には助詞にがついています。皆さん、この助詞にはどんな役割がありますか？そうですね。方向を示す助詞です。例えば、東京に行く、学校に行くのような感じで方向を表します。この助詞があることで、A は B にありますは、方向を少しだけ強調するニュアンスがあります。もう一つの言い方、A は B ですと比べてよりはっきりと人や物がある場所を伝えることができます。しかし、日常会話では A は B ですの表現もたくさん使われます。必ずこの表現を使わなければいけないというわけではありません。使ってもいいという感じです。どんな時に使うかというと、文章のコンテクストがはっきりしている時です。例えば、こんな場合はどうでしょうか？健太くんは上です。これでは、健太くんが年上なのか、健太くんが建物の上にいるのか、よくわかりませんね。こんな時は、健太くんは上にいますと言った方がいいです。そうすれば、明らかに場所のことを言っているとわかります。明らかに場所のことを言っているとわかる場合には、A は B ですの形を使っても大丈夫です。さっき場所を表す言い方、何々の何々、例えば机の上について勉強しました。この場所を表す言い方を使うときや、北、南、西、東など明らかに方向を意味する言葉を使うときは、A は B ですの形を使っても大丈夫です。いかがでしたか？これで場所を表す言い方はパーフェクトですね。今日も動画を見てくださってありがとうございます。動画が気に入ったらぜひいいねボタンを押してチャンネル登録をよろしくお願いします。また、こんな動画を作ってほしいという皆さんからのリクエストを受け付けています。もしリクエストがあればコメント欄で教えてください。これからも一緒に日本語の勉強を頑張りましょう。バイバーイ。